今日はですね、自分が釣りの時に使っている撮影機材や撮影環境についてお届けします。はい、皆さんこんにちは。ゴイソブのマサです。今日はですね、釣りの時に使っている自分の撮影機材や環境についてですね、ちょっとお話ししていきたいなと思っています。実際ですね、この YouTube チャンネルを運用するにあたって、各種の機材ですねを使用して、この動画を作っていってるわけなんですけど、今回はですね、この釣り動画というところにフォーカスを当てて機材関連を紹介していきたいと思っています。それとですね、この自分のチャンネルを見ていただいている方は分かっているかもしれないんですけど、道具紹介とかもですね行って、インプレ等も行っているので、その関連の機材についてもですねお話ししていこうと思っています。はい、それではですね、自分が使っているまずカメラ機材から紹介していきたいと思います。メインで使っているのがですね、この GoPro Hero 8 Black になっています。これはですね、胸に、マウントして実際手元とかですね、そういう風なところの撮影に使っています。これに一緒に使っているのがこの、風切り音対策のこのモフモフですね。これをですね、こうやって GoPro にかぶせることによって、風の強い日とかですね、ボー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 言ってしまう時に、この風切り音を防いでくれるっていう役目があってので、これ非常に、撮影に関しては重宝しています。結構ですね、釣り動画とかで風切り音が結構ひどいのだと、なかなかね映像をずっと見続けるっていうのはきつい時があると思うんですよ。なのでこれをつけることによって風切り音を、防いでくれるっていうことで、使っています。で、この GoPro の撮影なんですけど、自分は、フル HD1080p の 60fps で撮影しています。本当はですね、2.7K とかにちょっとしたいんですけど、実際ちょっと 2.7K で撮影してたらですね、オーバーヒート、熱暴走問題があって撮影が途中で止まるっていうことがあったので、撮れてないよりは、ちょっと一つ下の画質でも撮れてる方を優先したいので、今はですね、フル HD の 1080p 60fps で、ビットレートを高くして GoPro の動画は運用しています。はい。で、自分はですね、もう1個 GoPro を持っていて、こちらはですね GoPro Hero 7の一つ前の、モデルになっています。これの用途としてはですね、あんまり普段は使ってないんですけど、自分が使っている、ミラーレスカメラとかですね、雨の日を出せないので、その場合ですね、胸につけている GoPro8 で手元の映像を撮影して、この GoPro を2カメとして、後ろに置いて全体の映像を撮るっていうような形で運用しています。なので今はですね、この7と8、2台構成の GoPro を使用しています。で、GoPro7 も同じようにですね、ちょっとこれ切れちゃってますけど、風切り音対策のこのモフモフを、つけて使用しています。GoPro についてはこんな形です。はい、次はですね、ちょっと GoPro のバッテリーについて話していきたいと思います。この GoPro の純正のバッテリーはですね、全部で、8個持っています。で、この青い方が GoPro8 用で、この普通の黒い方を、GoPro7向けにも使っているんですけど、GoPro ですね、このバッテリーを入れなくても、外付けのUSB バッテリーから電源を供給することもできるんですね。で、こういうポータブルバッテリーと、あと、USB-C の、ケーブルがあれば直接、バッテリーを入れなくても、給電可能です。 GoPro7 の場合だと、ここですね、ここを開いてこの蓋も取り外し可能なので、こうやってですね、ここにケーブルを挿して使うことができるんですけど、 GoPro8 の場合だとこれ純正の蓋なんですけど、ここを全部開けないとここの USB 端子にアクセスできないんですよね。ということがあって、社外品なんですけど、こういうバッテリーはむき出しにせずに、この USB ポートだけにアクセスできるようなここの蓋を、別途購入しています。でこれをすることによって、こんな形で、バッテリーは露出しなくて、ここの USB ポートだけにアクセスできるっていうような蓋になっています。
で、実際ですねこういうふうに挿して、USB これですね挿すと、こんな形で、バッテリーが入ってなくても GoPro をですね、電源入れて撮影することができます。これですね、GoPro8 で、外付けバッテリーで運用する人は結構必需品なんじゃないかなと思ってます。細かい、やつはですね概要欄の方に貼っておきます。で、今ちょっと話が出てきたこの外付けバッテリーなんですけど、自分が使ってるのはですね、このアンカーのモバイルバッテリーになっていて、これのサイズがですね、5200mAhかな。で、アストロ E1 っていうモデルですね、コンパクトなやつです。でこれ5200っていう数値バッテリーなんですけど、この純正の方だと1220なんですね。はい、これで1220で、これ一つでだいたいフル HD の、60フレームだとだいたい80分から90分ぐらい一つで撮影できるんですね。なので、これ1個あると、5200なのでだいたい6時間ぐらい、6時間いかないぐらいこれ1本で撮影できますね。なのでずっと撮影しっぱなしでも、56時間を撮影できるっていうような計算になります。実際今自分はですねこのバッテリーで、撮影を運用してるんですけど、だいたい80分ぐらい85分90分ぐらいでバッテリーがビーって切れるので、そのたんびにですね、ちょっと手を止めてこのバッテリーを交換する作業が今発生してるっていうような感じですかね。これメリットとしては、交換が煩わしくないっていうのとずっと撮影しっぱなしができるっていうところですよね。ただデメリットとしては、これを胸にポケット入れてそれはいいんですけど、この GoPro ですね GoPro にこうやって電源を挿してるんで、雨の日はまず使えないですよね。ここから水が侵入する可能性が大、もしくは、波がきつい時、水のね海水シャワーを浴びる可能性がある時は、ここからまたですね海水が侵入する可能性のリスクが高いので、そういう時はあんまり使わないっていう感じですかね。その点、このバッテリー運用ですね、バッテリー運用でこの普通に蓋を閉めてすれば、完全防水になるので、ですね、雨の日だったりとか波がきつい時水かぶっても、どこからも水が侵入しないっていうことになりますよね。なのでそういったメリット、ただデメリットとしては電池を80分90分に1回交換しないといけないっていうで、その分またこのバッテリーを準備しないといけないですよね。その辺がメリットデメリットになってます。はい、で、これ自分が、GoPro で使ってる SD カードなんですけど、はい、使ってるのは 256GB のメモリーカードを、GoPro8 それと GoPro7 の方に使っています。予備のメモリーカードとかですね、今注文中なんですけど、こういったですねケースに入れて持ち運びできるようにしています。このコンパクトのカードケースがあったので購入してみました。これ自体は防水じゃないんで、こういうジップロックに入れて、簡易のね、水を弾くっていうことをしています。で、バッテリーなんですけどプラスチックのケースですね。これは、ダイソーで買った、薬入れのケースをちょっとねホットライターみたいな感じでライターで炙ったカッターでこういうちょっと敷居をカットして、使っています。こんな形でですねバッテリーをこうやって入れてしまうと。でこれを、ライフジャケットの胸ポケットに入れるって感じですかね。はい、こんな形で自分これがですね、GoPro 関連の、バッテリーの話と、SD カードの話になります。はい、次はですね、自分が2カメで使っている、カメラについてちょっと話していきたいと思っています。実際ですね今ここに、ミラーレスパナソニックルミックスのミラーレスがあるんですけど、実際、自分が使っている2カメはですね今この撮影でちょっと使ってしまっているのでほぼ同じなので、これを使って2回説明していきたいと思います。はい、この今メインで使っているですね、カメラはですねパナソニックの、ルミックス G99 というモデルになっています。なんでこのパナソニックのですねルミックスを、使っているかっていうとですね、結構メリットがあって、
それで自分はですねこのルミックスにしました。メリットとしてはですね、防塵防滴ですね。まずこれが強いということが挙げられます。フリー動画を撮影するので炎天下に置きっぱなしっていうこともあるんですよね。当然2カメなので海の近くでやってるので当然潮風が来たりとか水しぶきとかですね。2カメなので、手元にすぐあるわけじゃないので録画がですね、切れてるか切れてないかっていうのはすぐわからないわけですよね。なので無制限録画ができることが前提で、自分は探していました。でこのミラーレスカメラって、無制限録画ができるの全部のシリーズじゃないんですよね。ソニー、キヤノン、パナとかルミックスとかね、他のメーカーもいっぱいあるんですけど、関税の関係で29分59秒で、録画が止まってしまうっていう、機種が、他に多々あるんですよね。ただ、このルミックスの、シリーズに関してはその時間制限30分制限しようがなくてですね、30分以上無制限録画ができるっていうことで、それも購入のポイントになっています。なので、タフネス、防塵防滴ですね、それとあと無制限録画ができることっていうことが、購入の大きなポイントになっています。で、無制限録画っていうふうに言ってるので当然ですね、バッテリーの方もそれをやらないといけないわけじゃないですか。ただですね、この内蔵バッテリー1つだとですね、持ってこれも1時間半2時間いかないくらいなんですよ。なので自分は USB 給電ができるタイプを、購入検討材料の一つとしていました。で、G99 に関しては USB 給電が可能っていうふうには書いてあるんですけど、実際ですね給電はしてくれているんですけど、使用電力と供給のバランスが合ってなくてですね、ちょっと消費の方が多いんですよね。ちょっといろんな設定で試したんですけど、どうしても消費の方が多くて、1個単一のバッテリーだけよりは長時間撮影することができるんですけど、外付け USB バッテリーの容量がなくなるまで撮影っていうよりはちょっと延命してくれるみたいな、2時間半3時間いくかいかないくらいで、電源の充電供給が間に合わなくて、撮影が、電源が落ちるっていうことになっていました。単一のバッテリー以上は撮影できるのでそれはプラスポイントだったんですけど、完璧な無制限録画っていう風にはなってなかったので、そこでちょっと自分考えて、偽のバッテリーカプラーっていうシステムがあって、これ普通の単一のバッテリーなんですけど、バッテリーの形をした、ここからまたケーブルが出ててですね、それを USB バッテリーにつなぐことができるんですね。なので、実際このバッテリーを入れてるようにこの本体には認識させて、実際の電源供給は外付けのバッテリーから行うっていうことに、変更しました。これがですね、自分が、2カメでメインで使っているパナソニックルミックス G99 っていう、ミラーレスカメラになってます。で、これが、G99 の本体なんですけど、さっき話したこのカプラーっていうところですね、このバッテリーのところからケーブルが出ていて、ぐーっとくると、ここにアダプターがあって、今ちょっとぶら下げちゃってますけど、こうやってですね USB につながっていて電源供給が可能な、システムになっています。で、実際ですね、この、アンカーのバッテリーなんですけど、パワーコア13000っていうバッテリー容量のを使ってて、だいたい10時間以上連続撮影可能な、バッテリーサイズになっています。はい。で、このミラーレスなんですけど、撮影の解像度は自分はフル HD ですね、同じく GoPro と同じように 1080p60fps で撮影しています。で、ちょっと 4K とかも試してみたいんですけど、またこれもですね、熱がどうなるかっていうことがまだ分かってないんですね。これ実際テストしてないんですけど、4K で無制限録画できればですねいいんですけど、おそらくいつか熱暴走するんですよね。熱暴走というかオーバーヒートで、撮影が止まってしまうと。
で、2カメなんでいつ止まったかは気づかないってことが多々ありそうなので、今のところですねこの 1080p460fps っていう解像度で運用しています。サンディスクのエクストリーム 128GB の、SD カードを使っています。じゃあこのミラーレスは何かっていうと、これパナソニックルミックスの G7 っていうモデルで、かなり前のモデルですね。古いモデルになります。eBay で中古で、400ドルぐらいでしたね。多分日本円で3万円ちょいぐらいで購入したミラーレスカメラになります。ただですね、これ中古の4万円未満、4万円ぐらいで買えたモデルなんですけど、一応 4K 撮影できますし、フル HD の撮影も30分制限あるんですけど、使えるっていうことで、この自宅でのね宅撮りとか複数カメラでちょっと商品レビューとかをするときに使うサブのミラーレスとして購入しました。で、この G7 なんですけど、デフォルトだとですね4K 無制限撮影できないんですけど、隠しコマンドがあって、この辺のボタンを押しながら電源オンにすると 4K30p 無制限録画ができるようになるんですよ、この G7。 YouTube とかで調べるとやり方載ってるんで、興味がある人は見てください。で、自分もそれやって4K 無制限撮影できるようにはしたんですけど、サブカメラなんでそんなに使うことはないです。ただこのフル HD は無制限にならないんですよ。なぜか 4K だけ無制限撮影できるようになって、フル HD は同じく30分制限があるっていうモデルになります。これの、G7 の後継機 G8 かな、多分海外モデルと G85 っていう確かモデルだったと思うんですけど、それはフル HD で無制限撮影できるので、もしですねミラーレスを2カメとして導入するということを検討している方がいれば、ルミックスの G8 おすすめだと思います。多分ヤフーオークションとかでちょっとさっき見たんですけど、だいたい5万円ぐらい、5万レンズ付きで6万いかないぐらいですねで購入できるので、もし2カメ構成とかで考えてる人がいれば、中古でですねパナソニックルミックス G8 おすすめだと思います。防塵防滴、レンズに関しては防塵防滴のやつを買わないとダメですけど、基本的に防塵防滴で、さっき話したカプラー構成で外部から、電源を取れば無制限録画も可能になりますね。で、基本的にルミックス機は熱に強いっていうふうに言われてるので、釣り向きだと思ってます。なのでですね2カメ構成する人はルミックスいいと思います。はい、で、ちょっと GoPro の話なんですけど、メインに今使ってるのが8ですね。でこっちが7なんですけど、最近ですね GoPro9 が、新しくリリースされたと思います。で、今自分が考えているのは GoPro9 は今のところ手を出さないっていう予定です。理由としては、この7と8で十分仕事をしているということと、9からですねバッテリーサイズが変わっていて、この7、8のバッテリーを使えないんですね。でさっき見せたように8個バッテリーがあるんで、それが全く使えないっていう風になると、また休養で全部集め直さないといけないっていうので、コストがかかるっていうことも考えて、今のところですねこの7と8、十分なんで、とりあえずこの2つでいこうと思っています。はい、で、次はですね、自分の動画で、空撮映像が出てきていると思うんですけど、これはですねこの DJI の Mavic Mini を使って撮影していました。で、見ていただければ分かるんですけど、本体がありません。ですね約数ヶ月前に、オーストラリアの東海岸の海に沈んでいきました。ちょっと悲しい話があるんですけど、空撮にはですね Mavic Mini DJI ですね Mavic Mini を使用していました。今ここのねドローン本体がないですけど、今安い中古がないかずっと探してて、安いのがあったらまたMavic Mini 2を買おうかなと思ってます。理由としてはですね、軽い小さいっていうことで、これを使っています。
ちょっと前にですね Mavic Air 2っていうのが出てすごい良さそうなんですけど、だいたいフライモアコンボで1800ドルぐらいしますよね。ちょっと結構高いんですよ。ただこの Mavic Mini の、フライモアコンボっていうこのコントローラー、予備のバッテリー3つ、本体、あとプロペラの予備とかいっぱいついてるやつでだいたい700から800だったかな。なので、ドローンとしてはかなり安い方で、自分のニュージーランドとかの動画を見てもらえると分かるんですけど、かなり高画質なですね空撮映像が撮れているので、これでも十分いいと思っているので、多分次の子ですね、この同じ DJI Mavic Mini を購入しようと思っています。再購入しようと思ってます。でまとめると、メインで使っている胸の撮影はこの GoPro8 を使っています。で、2カメのメインに使っているのは、ルミックスの G99、 この今上で撮影しているカメラですねを2カメに使っています。でもし雨がきつい時、G99 のミラーレスを外に出せない時はこの GoPro7 をちっちゃいですね三脚に乗せてこれを2カメとして運用しています。でこの今ここに手元にある、パナソニックルミックス G7 は、こういうタク撮りとかのサブカメラとして、使用しているっていう感じですかね。なので、これからですね釣り動画を撮影してみたい、し始めようかな、 GoPro だけの、撮影じゃなくて2カメも検討していきたいなっていう人へのアドバイスにはなるんですけど、1個目のカメラはですね GoPro がいいと思います。じゃあ1カメ構成からじゃあ2カメ構成にちょっと移りたいなっていう人であまり画質にこだわらないのであれば、2個目の GoPro を2カメにするのがいいかなと思ってますね。防塵防滴っていうより防水なんで安全ですよね。水に濡らして壊すっていうリスクは少ないです。もし2カメをですね高画質で撮りたいとか、釣り動画の合間の隙間に入れる B ロールって言われるそういう映像も綺麗に撮りたいとかっていうのであればミラーレスですねになるかと思います。個人的に自分はルミックスユーザーなんで、さっき説明した防塵防滴で、無制限録画ができるっていうことを考慮してルミックスキーは、おすすめできると思います。まず入れてみたいっていう方はヤフーオークションとかですね中古でルミックス G8 をですね探してみるのがいいかと思います。で、そこでですねカプラー構成にしてそこでですね無制限録画ができるんですけど、カプラーで、USB からの電源ですね供給すると防水ではなくなるので、雨の日とかはですね気をつけないといけないですけど、はいですね、さっきちょっと話に出た、ルミックスの G8 のレンズキットですね12から 60mm っていうので、ヤフーオークションでですね、5万5000円ぐらいで出品されているので、これ中古なんですけど、探せば大体この値段で、ミラーレス購入できるのでほぼ GoPro1 個買うのと同じぐらいじゃないですかね。なので、結構ルミックスキーおすすめだと思います。はい、いかがだったでしょうか。これでですね自分が使っている、撮影機材に関しての動画は終わりにしたいと思います。機材関連に関してですね何か質問がある方はコメント欄の方でお気軽にご質問ください。答えれる範囲で、回答していきたいと思います。はい、あとですね、ゴイソブでは各種 SNS やっております。Twitter、Instagram、Facebook、それと LINE アットもやっていますので、お気軽にですね、登録の方お願いいたします。はい、あとですね、まだチャンネル登録お済みでない方は、下のボタンから登録ボタンといいねボタンを押していただけると非常に助かりますので、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。